今回は大宮駅から田端駅まで京浜東北線の歩いていないところを駅卓を途切りながらウォーキングしてみました。 27.4 キロ、5時間13分の行程となります。前回の動画で根岸線で横浜駅から大船駅まで歩いたので、京浜東北線が直通運転しているっていうところから京浜東北線も制覇しようと思いました。当日は天気予報が降水確率 90% だったので、かなりちょっと雨との戦いになるかと思ったんですけれども、それほど雨に降られることはなく、田端駅まで到着することができました。ではウォーキングの時に撮った駅タグとともに見ていただければと思います。それでは本編をどうぞ。では大宮駅からスタートいたします。大宮駅の駅タグをゲットしました。大宮駅のスタンプは新幹線と大宮の名前の由来になった大宮氷川神社がモチーフになっています。次の駅まで 1.7 キロ、約22分になります。今回はウォーキングの大会が近いので、ちょっとペースを上げて歩いていきます。埼玉新都心駅に到着しました。券売機の近くに駅タグがありました。駅タグをゲットしました。埼玉スーパーアリーナとシントンというキャラクターがモチーフになっています。ストリートピアノが設置されていました。駅の真ん中なので弾くには勇気が必要ですね。次の駅は 1.4 キロ、約16分となります。出発からもうかなり雨降ってる状態になるかなと思ったんですけれども、まだ降り出してこないので、今のうちに早足で歩いていきます。与野駅に到着しました。与野駅もスタンプ台に設置されていたので、スタンプ台で駅タグをゲットします。ちょっとなかなか反応が悪かったので、何回かトライしてやっと駅タグが反応するようになりました。与野駅の駅タグをゲットしました。与野駅は足立神社と大木屋駅と旧与野駅駅舎がモチーフになっています。次の駅まで 1.6 キロ、約20分になります。与野駅を出ると線路沿いに進んでいきます。線路の本数が多いので見応えがあります。北浦和駅に到着しました。スタンプ台にスタンプが押されまくったスタンプ台に駅タグが貼られていました。北浦和駅のスタンプをゲットしました。近代美術館がモチーフになっています。次の駅まで 1.9 キロ、約25分になります。線路をまたいで反対側の線路沿いを進む形になります。浦和駅に到着しました。駅タグは柱に貼られていました。浦和駅のスタンプをゲットしました。うなぎとサッカーをしているうなこちゃんがモチーフになっているみたいです。次の駅まで 1.7 キロ、23分になります。南浦和駅に到着しました。南浦和駅のスタンプをゲットしました。文化センターとゴリラ公園がモチーフになっています。次の駅まで3キロ、約38分となります。この左側にゴリラ公園があるみたいなんですけれども、ちょっと撮るのを忘れてそのまま歩いて過ぎ去ってしまいました。蕨駅に到着しました。蕨駅の駅タグをゲットしました。蕨旗祭りと民族資料館、あとは成人式発祥の地がモチーフになってるみたいです。しばらく線路沿いを歩いていきます。次の駅までは 1.7 キロ、23分となります。西川口駅に到着しました。駅タグは細い柱に貼られていました。
西川口駅の駅タグをゲットしました。科学博物館とスキップシティがモチーフになっています。次の駅まで 2.2 キロ28分となります。しばらく線路沿いを歩いてたんですけども、ここからはちょっと線路から離れて歩いていくような形になります。川口駅に到着しました。川口駅では駅タグが見つからず、うろうろあちこちを歩いています。川口駅の駅タグをゲットしました。日光成道とキューポラと全光号という蒸気機関車がモチーフになっています。次の駅まで 3.3 キロ43分となります。今日は何かイベントがあるみたいで、催し物の準備をしているところを見ながら歩いていきます。新荒川大橋を渡って荒川を渡っていきます。とうとう東京都に入ります。せんべろで有名な赤羽の飲み屋街を過ぎていきます。赤羽駅に到着いたしました。赤羽駅の駅タグをゲットしました。旧岩淵水門がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 1.6 キロ約20分となります。とうとう雨が降ってきました。雨音がマイクで拾えるほど結構雨が降っています。東十条駅に到着しました。東十条駅の駅タグをゲットしました。カーブした線路がモチーフになっています。東十条カーブと呼ばれる撮り鉄の方には人気のあるスポットがモチーフになっています。次の駅まで 1.4 キロ約18分となります。東北上越北陸新幹線の橋脚が見えてきました。その橋脚沿いを今度は進んでいくような感じで進んでいきます。王子駅に到着しました。王子駅の駅タグをゲットしました。王子稲荷神社をモチーフにしているようなデザインになっています。次の駅までは 1.1 キロ約13分となります。ここは奥駅の方に曲がっていくようなあれですね、高崎線になるのかな、それが通る道になっています。えらく階段が長い歩道橋が登場しました。なんとか登りきったら、右に曲がると次の駅に迎える通路になってました。上中里駅に到着しました。改札内にスタンプがあるので改札内に入ります。上中里駅のスタンプをゲットしました。旧古川庭園の西洋館がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 1.8 キロ23分となります。歩いていると駅の看板みたいなのがあったので見てみたら、教育センターらしく、新人からベテランに向かうというような記載になっていました。面白いですよね。田端駅に到着しました。田端駅の駅タグをゲットしました。新幹線とペンとインクと車両基地がモチーフになってるみたいです。今回は田端駅で終了なので改札に入ります。それでは振り返ってみましょう。今回は京浜東北線の始発駅の大宮から田端駅まで歩くというコースをたどってみました。今までのと通算して京浜東北線の全駅のスタンプをゲットすることができました。大宮から田端駅間は、24キロあるんですけれども、その間にかなり駅の数が多くて、それぞれの駅の間は
2キロから3キロぐらいの間にあるので、だいたい30分ぐらいで次の駅に向かうことができます。なので歩いててもすぐスタンプが取れるので楽しいようなウォーキングコースになります。ぜひ皆さんもやっていただければと思います。動画に興味がありましたら、いいねボタン、登録をしていただけると次の動画の励みになります。よろしくお願いします。